皆さんこんにちは。西横県の富澤です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。ちょっと下からわっと出てきた感じなんですけれども、今日はこの自宅の裏にあります栽培補助予定地のこれを見てください。草もう私の背丈ほどになった草がたくさん生えてるんですけども、今日はここを草刈りをしていきたいと思います。こことですね、もう一面こっちあるんですけれども、こっちはねまだ全然草そんなに生えてないんですけども、こっちがもうやばくてもうめちゃくちゃ生えてるんで、全面草刈りできるかどうかわかんないんですけども、今日はやっていきたいと思います。ということで、苔農家の日常草刈り編よろしくお願いいたします。はい、こちらが今日使う草刈り機なんですけれども、私はいつもこの2枚刃を使います。さっきね畑見ていただいた通り、雑草がかなり太い雑草で、もう木みたいになってる雑草とかもあるんで、もうね2枚刃じゃないと草刈りできない状態です。で基本的に私2枚刃が好きで、メインで栽培している苔の圃場の草刈りもほぼ毎回2枚刃でやってます。で2枚刃いいところはですね、こうやってサンダーとかで刃が研げて、刃も長持ちするし、スパスパ何でも切れるんで、かなり気に入ってます。ただ物がめちゃくちゃ飛んでくるんで、かなり危険なんで危ないよっていう方もいるんですけれども、私はそういうあまり気にしないんで、もうガンガンやっていくタイプです。刃がねだいぶボロボロになってるんで、サンダーで研いでから草刈りしていきます。ギャンギャンに研げました。石とかね叩いて刃がこぼれたりするんで、サンダーぐらいでねもうギャンギャンに削っておかないと刃が立ちませんので、はい、こんな感じで実際に圃場で草刈りをこれからやっていきます。はい、それではですね、試しにねまずこの岩1列分ぐらいちょっと動画で回しながら草刈りしていきたいと思います。で2枚刃とか紐とかはですねもう飛んでくるんで、バチバチに顔とかに飛んでくるんで、こういうですね保護用のメガネは必須です。このつけて、それであとは本当はねこう前掛けみたいなのつけないといけないんですけど、ここら辺もバンバン飛んでくるんで痛いんですけど、僕はそんな気にせずにやるんで危ないんですけど、この感じでやります。皆さんねもしやるときは念のためにねこう前掛けみたいなのつけてやるといいと思います。こんな感じで今1列ちょっとやってみました。で大体ですねこういうセイタカアワダチソウみたいなこの茎の太い草がですね結構生い茂ってます。あとざーっと向こうですねただひたすら刈っていきたいなと思います。ちなみにですねこのよいしょ、こっち側全面畑です。で今お借りしてますけれども、でこっちの面はですねまだちょっと当分使わないかなっていうところです。でこっち側ですね、こっち側は草がちょっと少ないでしょう。ここはですねもう近々使う予定でいます。もう本当にこれ1ヶ月以内ぐらいにこの栽培できるような状態に全面してですね、で自宅の裏なので水道も使えますし電気も使えるんで、栽培の品目の幅が広がったりとかするかなと思ってまして、あとは
メインの畑で栽培してた苔を、その出荷前に一時的にこちらで保管するとかですね、そういう使い方もできるんで、苔農家としてはですね、この裏の畑使えるようになると、かなり栽培の幅が広がるなと、楽になるなという感じです。なので、近々こっちですね、使うようにします。では、この後めちゃくちゃ広いんですけども、こっちはですね、ちょっとタイムラプスにして、体力の続く限り草刈りしていきたいと思います。はい、今ですね、3分の1ぐらい刈りました。まだ30分もやってないぐらいですかね。はい。ちなみに今気温がこんな感じで、29度ぐらいあります。ちょっとジメジメもしてて暑いんですけれども、そのアマゾンで昨年買った安い空調服のおかげでかなり快適に作業ができています。汗はかくんですけども、この常にこう空気がねわーっとこう流れてるんで、その変なしんどさがなくて快適に動けてるって感じです。汗かくとね、その分その涼しさを感じるんで、汗かくぐらいの方がちょうどいいですね。じゃあちょっとあと残りですね、頑張りたいんですけれども、アングル変えてちょっとこうやっていきたいと思います。こんな感じでですね、まだ端から端までちょっと見切れちゃってるかもしれないですけれども、こんな感じで引き続きタイムラプスしていきたいと思います。はい、今ね、半分ぐらいいったかなってところで、ガソリンが切れましたんで、ガソリン補給したいと思います。ここから先はですね、さらに背が高くなって、私の身長より高いようなエリアになってるんですけれども、ちょっと後でカメラ寄りますけど、もう太い木のような状態で残ってるところいっぱいあるんで、ちょっとここからさらに苦戦すると思いますが、頑張りたいと思います。はい、こんな感じです。ここら辺がですね、ちょうどさっき今買ってたところ、もうほぼセイタカアワダチソウのジャングル、もう森みたいな感じになってます。で、この辺でもですね、私のこの胸ぐらいまであるんですけれども、もうこの辺、背超えてます。で、草刈り機でもちょっと厳しいかもしれないんで、もしかしたらナタシルキーヨキっていうの持ってるんですけど、それでやるかもしれません。ちょっとやりながら考えます。ただのジャングルです。だいぶいきましたね。あと5分の1ぐらい
の感じです。はい。だいぶ広くなってきた。で、草刈りしててね、とあるものを見つけてしまいました。鳥の卵です。多分ここに鳥が巣を作ってたんでしょうね。うん。おそらくまだこれ帰ってないんで、もしかしたらまた鳥がここに戻ってくるかもしれません。なんでちょっとこの周りだけ残しといてあげようかなと思います。ちょっとこう、だいぶ買っちゃったんですけどね、この手前の方は。ちょっと申し訳ないんですけども、周りちょっと3メートルぐらいはちょっと残しておこうかなと思います。ここだけ。まあこのままもうね、帰らずに、まあ残ってる卵だったのかもしれないし、これからまた親鳥が戻ってきてね、温め直すかもしれないんで、ちょっと様子見ときましょう。何の卵だろうな。触っちゃうとね、匂いがついたりして鳥が嫌がるかもしれないんで、触らずに置いておきます。何の卵か分かる人いたら教えてください。だいぶ大きいですよ。スーパーで売ってる生卵の S サイズぐらいある。謎の鳥さんの卵です。はい。よっしゃ、残りちょっと頑張ってやっていきたいと思うんですけれども、いやー、結構大変だった。あとね、この壁みたいになってるここ壁みたいになってるこの壁エリア、ここ抜けたらもうほぼもう終わりに近いですね。はい、こんな感じの残り具合です。ちょっと僕も疲れたんで休憩してまた再開します。よいしょ。はい、休憩もしましたんで残り5分の1ぐらいですかね。30分ぐらいで終わるかなと思いますけれども、残り頑張っていきたいと思います。はい、こんな感じでこっちの広い方は一通り草刈り終わりました。続いてこっち側のエリアですね。ここももうついでにやっちゃおうと思います。はい、こう来て、これですね。はい。こっちはですね、広さもこっちの半分ぐらいで、草もね、柔らかくて背が低い状態なんで、すぐ終わると思います。じゃあ最後頑張ってやっていきます。はい、こちらの方も終わりました。で、こちらの広い方も終わってます。はい。はい、今日は昼から
1日草刈りしまして、国栽培補助予定地の草を刈りました。いや結構こっち側は特に苦戦したんでちょっと枯れましたけれども、無事終わりましてよかったです。でこちらの方はですね、近々苔栽培用にいろいろと、環境を整備して苔をね実際に栽培できるような状態に一応していきたいと思いますので、またそういった様子もご紹介できればなと思います。はい、ということでですね、今日の動画草刈り動画でございましたけれども、以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。では疲れました。もしこの動画いいなと思われた方がいらっしゃれば、ぜひグッドボタンお願いします。で、ご登録まだの方いらっしゃればですね、ぜひチャンネル登録もしていただきますと非常にありがたいです。はい。それではまた次の動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。さようなら。失礼いたします。疲れた。